どうも、わがつくです。今回は桜あんを使って桜餅を作っていくという動画の再編集版になります。以前は音声なしでお送りしていたんですけれども、より分かりやすくするために再編集しました。それでは最後までお楽しみください。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またコメントもお待ちしていますのでよろしくお願いいたします。それではまず桜のあんから作っていきます。今回は桜の花の塩漬けを 10g 使います。これをまず塩抜きしていきます。桜の花の塩漬けというものは桜の花に塩、そして梅干しを作る時に出てくる梅酢というものにつけて赤みを出しています。なので塩気が濃いので塩抜きをしています。桜の花を水に入れた後は花びらが傷つかないように混ぜて、花びらの間に入った塩を取り除いていきます。塩抜きは水につけて5分ほどで大丈夫です。そして5分経ったものを一度水気を切ります。その後花びらと萼の部分に分けていきます。萼の部分がちょっと苦みが出やすいので、僕は花びらの部分だけ使っていっています。次に砂糖を 40g 測っていきます。この動画では三黄糖を使っていますが、上白糖を使ってあんこを作っていくと甘みがくどくなってしまうので、使うのなら三黄糖かグラニュー糖がおすすめになっています。そして桜の香りを砂糖に移していきます。お水は 200g 測っていきます。あと白あんの粉ですね、さらしあんです。こちらは富澤商店さんで売っている白あんのさらしあんを使用しています。これを 40g 測ります。そして先ほど測った 200g の水を火にかけて沸かしていきます。そして砂糖は後で入れるので少量のお水で溶いておきます。こうすることによって桜の香りが広がりやすい白あんになります。そしてまずは残ったお湯の中にさらしあんを入れていきます。この沸騰した状態の加熱を 3,4 分加熱します。さらしあんの説明書では砂糖と水を沸かしてその中にさらしあんを入れるっていう説明が書いてると思うんですけれども、僕の入れ方ではまずさらしあんに火を通していきます。そして少量ずつ先ほどの桜と砂糖とお湯を合わせたものを加えていきます。こういう風に香りのするものっていうものを徐々に入れていくことによって桜の香りが飛ぶのを防いでいきます。10分ぐらい炊いていくとこの動画のような状態になっていって、鍋の縁に飛んだあんこを取るために周りにあんこを押し付けていきます。このあんこを押し付けて 1,2 分放置してからあんこをこそげ取ると鍋の周りについたあんこもきれいに取れます。そして出来上がったものはバットに移して放熱していきます。これで桜あんの完成です。次は生地を作っていくんですけども、その前に桜の葉っぱを水に浸して塩抜きしていきます。この桜の葉の塩抜きは桜の花ほど塩分が濃くないので、お好みの塩分濃度に仕上げてください。僕は 2,3 分だけ塩抜きをしました。次は生地の材料を測っていきます。お水は 75g です。そして道明寺粉、これが 30g です。そして砂糖が 15g。 その後火にかけてお湯を沸かします。お湯が沸いてきたところに道明寺粉を入れて、そしてまず道明寺粉に火を通していきます。そして優しくかき混ぜながら5分ほどですね、火にかけていきます。ただこれは5分ほどと言ったのですが、道明寺粉の乾燥具合や大きさによって火の通り方が変わってくるので、芯が残らないまで炊いていきます。
この時に粘りを出したくないので、鍋の縁から中心に向かって木べらを入れて混ぜていきます。そして道明寺粉というものは加熱したもち米を乾燥させたものになります。その乾燥した状態を元に戻すという意味でこの加熱はしています。そしてこれぐらい水分がなくなってきたら、一度道明寺粉に火が入っているかを確認します。この時に芯が残っているようだと、もう少し加熱してください。芯が残らず中まで柔らかい状態になったら砂糖を入れていきます。そして砂糖が溶けるまでよく混ぜていきます。この時は弱火で加熱しています。そしてこの時の混ぜる時も鍋の縁から真ん中に向かって混ぜるっていうものを意識してもらうと粘りが出にくくなります。粘りが出てもいいんですけれども、僕の場合はここで粘りをあまり出さずに炊き上げて、包む時に粘りを出して粘りを調節するようにしています。そうすると生地がだれにくくなります。そして炊き上がった生地、これは必ず蒸らしてください。蒸らすか蒸らさないかで仕上がりが全然変わってきます。なので布巾などで包んで蒸らしてください。蒸らし時間は10分ほどで大丈夫です。この蒸らしが今回の最大のポイントです。そして蒸らしている間に桜の葉っぱを拭いていきます。これは拭くことによって葉っぱの表面についているゴミを取り除く役割も含んでいるので、拭いてもらえるときれいに安全に作れると思います。そして次は包む時に使うシロップ作っていきます。そして葉っぱがくっつかないようにするためのシロップ、これは兼用です。このシロップはお好みで配合とかを決めてもらっていいんですけれども、今回は各 40g ずつ測っています。そして出来上がったシロップを葉っぱに塗っていきます。葉っぱには裏と表があって、葉脈が目立つ方が裏になります。なので葉脈があまり出ていない方にシロップを塗っていきます。こうすると道明寺がくっつきにくい状態になります。そして先ほど作った桜あんを約 25g に分割していきます。そういった作業をしていると道明寺の生地が蒸らし終わると思います。そして蒸らし終わった生地は軽く揉んで粘りを出します。これが先ほど言っていた粘りを調整するというやり方ですね。これで包みやすい粘りにしてください。この生地を分割していくのですが、その時に先ほど作ったシロップを手につけて分割していきます。生地の量はだいたい 35g ぐらいで切っています。そしてこの包む時も先ほどのシロップを手につけて包んでいます。今回ちょっと包み方はいろんな包み方を紹介しようと思って何個か違う包み方をしています。今包んでいるのが朝生菓子と言われる朝作ったお菓子を当日中に売るものっていうものの包み方です。そして2回目包んでいく包み方が上生包みと言われる包み方です。生地を上に上げていた後の回していく方向が逆なのをちょっと見てみてください。もう一度包んでいきます。1回目が朝生包み、2回目が上生包みです。この各々の特徴としては、朝生包みは早くいっぱい作れるっていう利点があります。その代わり底の方に生地が少し集まりやすくなっています。そして上生包みの方は少しだけスピードは落ちますが、そこに生地が集まりにくく、生地があんこの周り全体を均等にくるむような包み方になっています。そして出来上がった生地を葉っぱの上に乗せていきます。この時のコツは葉っぱを巻いた時にきれいになるようにっていうのを意識してください。これを葉っぱの根元に生地を置いてしまうと生地があまり見えない不格好な桜餅になってしまいます。
なので今回僕は葉っぱが大きかったので真ん中に生地を置いています。そしてこの余った葉っぱなんですけれども、切ってサイズを調節していきます。まずはまっすぐに1つ切ります。その後斜めに2つ切ります。すると綺麗な桜餅の形に仕上がります。これで桜餅の完成です。この後要点をまとめたり材料の紹介をしようと思いますので、最後までお付き合いください。まずは材料のおさらいです。桜あんの材料を紹介します。砂糖 40g、 桜の葉の塩漬け 10g、 白あんの粉 40g、 水 200g です。そして砂糖は日清製糖の三温糖、桜の葉の塩漬けは富澤商店で購入した伊豆産の桜の葉の塩漬けを使っています。白あんの粉は富澤商店の白あん、これは粉末状の白あんのさらしあんを使ってください。そして次に道明寺生地の配合を紹介します。砂糖 15g、 道明寺粉 30g、 水 75g です。砂糖は日清製糖の三温糖、あんこと同じ砂糖を使うと相性がいいです。道明寺粉は富澤商店の三つ割りの道明寺粉を使っています。三つ割りというのは一粒のお米を3つに割ったという意味です。これが4つ割り、5つ割りとなっていくほど細かくなっていきます。そして4つ割りや5つ割りを使うときは水を1割ほど減らして作ってください。次にこの桜餅の要点をまとめていきます。まずは桜あんを作る時のポイントから説明します。1つ目のコツとして、お湯を沸かしたらさらしあんから加熱しましょう。するとさらしあんに火が通って滑らかな食感のあんこになります。小豆の粉というのは砂糖が入っていると火が通りにくくなるので、まずさらしあんから加熱するようにしています。そして2つ目のコツです。炊き上がったあんこを鍋肌にこすりつけましょう。これは鍋についたあんこを取る、そして硬さを調節するという2つの役割があります。それでは次に道明寺生地を作る時のポイントをおさらいします。1つ目のコツとして、加熱する時に混ぜすぎないようにしましょう。鍋の縁から真ん中に向かってヘラを動かすと粘りの少ない生地に仕上がります。この混ぜ方だけで全然変わるので試してみてください。そして2つ目のコツです。生地は必ず蒸らすこと。これ必ずです。布巾や蓋をして10分間蒸らしてください。蒸らすことで生地が乾きにくい生地になる。そしてコシのある生地になるという利点があるので、これも試してみてください。今日の動画は以上になります。今回の動画はいかがでしたか？高評価、コメント、チャンネル登録していただけると嬉しく思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。